ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの黒炭デーモンを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、昨日行われたエストラットアリーナにおいて、強豪リュウメイさんが使用して、見事準優勝を果たしたリストですね。黒炭が競技で結果を残すのは久々ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。ダスクモーンが出て以降存在する、不浄な別室とドロスの魔人のパッケージを搭載したデーモンデッキなのですが、見ての通り、メインから12枚の除去が採用されていて、基本的には除去ミッドレンジのようなデッキになっています。新規カードとしては勢いくじきが採用されていて、ソーサリー布告除去ではあるのですが、ライフゲインがついているのが偉く、ゲーム終盤で4点ゲインでライフレースをまくったりもできるので、割と使い勝手のいい1枚ですね。また、対処の難しいカイトに対しては、やはり覆い隠しが強く、サイドと合わせて3枚採用されているのも割と特徴的かなと思います。基本的にドメインズアーのようなデッキは苦手なデッキなのですが、サイドに残虐詰めの強奪が4枚採用されていて、うまく噛み合えばしっかりと勝っていける構成になっていますね。また最近の流行りとして、サイドに金銭の支配が2枚入っていて、1マナの横並びが多い赤炭やエスパーピクシーなどに対して、がっつりと刺さっていくカードになっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録しているのですが、1時間50分でさっくりと7人できましたので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。2マナ息はないですが、1ターン目脅迫から入って、3ターン目の行動が割と強いということで、キープしていきましょう。さあまずは、手札確認していきますが、エスパーピクシー。どれも嫌ですが、このハンドであれば一旦この町を抜いていきたいかなと。結局、こっちがね、ミッドレンジデッキということで、バウンスに対しては結構厳しいですね。さあ、相手は望みなき悪夢から入ってくる。1ターン目クリーチャーから出してこなかったのは、割とこれは興味深いですね。一応、勢いくじきがあるんですが、さあ、相手、ここもハンデスを優先してくる。ただ、ハンデスに対しては、不浄な別室がガン刺さりしていくんで、別室をとりあえず置いていきましょう。さあ、これでハンデス分は、もう一瞬で回収していけますね。さあ、そしてここで物漁りがようやく出てくる。そして青マナも引いているので、ピアスが打てるようになっていますね。ただこのターンは、引いたコウモリを出すよりも、普通に説教者を出していきたいかなと。バウンスを引かれてると最悪ですが、どうでしょう。別室触ってますね。さあ、ただ、ドローまで行く。持っていないか。結局去年ね、流行ってたデーモン系デッキが消えた理由っていうのが、こういったエスパーピクシーだったり、青黒バウンスの流星ということで、基本的にはそんなにね、相性は良くないマッチアップではありますね。ただ、このリュウメイさんの形の場合は、メインからね、脅迫が4枚取られてたり、あと置物破壊がね、結構入ってるんで、そういったところで、なんとか戦っていける。なんとかというか、多分、やや有利な感じにはなってますね。さあ、ということで、とりあえず、説教者を殴っていきましょう。コウモリ連打していきますか。ピアスは見えているんですが、ピアス以外のカードも把握していきたいかなと。さあ、ここで動いてくる。喉首。喉首をコウモリに打つ。なるほど。ピアスと恐怖。これは、孤立への恐怖を抜いていきましょう。さあ、こうなると相手は、ほぼほぼ腐っていきそうなピアスを抱えている状況ですね。さあ、物漁りも、3ターン目に出してあげたんで、まだ11のままと。さあ、土地を置いてくる。ミスラランド起動して、殴って、地図トークンも使ってくる感じですかね。ここはスルーしていきましょう。さあ、エンジンが上がっていきますが、ピアス構えてくる。なるほど。ピアスは無視して殴っていきましょう。さあ、説教者でトークンが出て、残り14点まで削っていく。
で、さらに説教者ですね。さあ、ここでようやくデーモンを引いてくる。まあ、ドロス出すと、まあ、相手のミシェルランドも止まって、かつ、まあ、ドレインができるようになるということで、だいぶこちらが、有利な状況になっていくのではないかなと。さあ、追加で土地を置いて、まあ、とりあえず殴ってくると。ピアスをこれ構えるんかな。まあ、ここまで来たらピアス構えそうな気もしますが。うん。はい。まあ、構えてきますね。さて。ということで、まあ、一旦、とりあえずね、11交換していきましょう。もうドロスの魔人出すのは確定なんで、はい。さあ、これは、マナを支払わずに、さらに土地を置いて、ドロスの魔人からフルパンしていきましょう。さらに説教され、2回誘発していく。うん。まあ、ちゃんとしてくるんですが、2点ライフルーズがあるため、5からの3ですね。さあ、こうなると、相手はさすがに、まあ、ギックスの残虐みたいなカードがない限りは、はい、勝つことはできないですね。まあ、この街は狭すぎるさえ、打たせないような展開をしていければ、まあ、こんな感じで、しっかりと押し切ることができると。まあ、特にハンデスはね、不浄の別室で、一瞬で回収できるということで、はい。まあ、これも勝ち確なんですが、はい。これ投了と。サイドボード行きましょう。とりあえず、金銭の支配は2枚とも入れて、で、ギックスの残虐、命令は、まあ、ガンササリしていくカードということで、入れていきそうですね。で、まあ、個人的には収穫者まで入れていきそうな感じかな。まあ、エスパーピクシーのその、一番強い動きって、カワウソがね、どんどん並んでいく展開ということで、で、おそらくカイトも2枚、3枚ぐらい入っているので、追い隠しも入れていくと。さあ、ということで何を抜くか結構悩ましいですね。まあ、重たいクリーチャー、まあ、特にドレッドみたいなカードは、枚数は減らしても良さそうな気はしますね。で、まあ、ピン除去はやや減らしますか。追い隠し、まあ、2枚でいいかな。うん、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。土地2枚ですが、まあ、キープしてもいいかな。土地さえ引ければっていうハンドではありますね。で、仮に土地が引けなかったとしても、しっかりと耐えることができるハンドということで、さあ、相手は青白ランドからスタート。これめちゃくちゃピアス構えてそう。まあ、エスパーピクシーで、青白から入って1ターン目何もしないっていうのは、まあ、何もないハンドキープは相当弱いんで、さすがに、そういうハンドはね、キープしてなさそうな感じはしますね。で、これコウモリ出すよりも脅迫を打っていった方が多分いいですね。はい。まあこれはカイトをさすがに抜いていきそうですね。エンチャント破壊入れてくるんだな。まあ一応不浄な別室に刺さっていくカードではありますね。1マナでエンチャントを、対処することができるんで。さあ、ピクシーから、まあハンデスをしてくると。まあなんだかんだハンデスはね、その、使い回されるとしんどいカードではありますね。まあ、重たいドレッドを落としていきますか。さあ、土地引いてきますが、相手、まあ、恐怖があるんで、一旦コウモリ行くしかないかな、これは。おっと、ただ孤立への恐怖2枚目を引いている。これは土地を引かれると、もうそのまま、勢いくきまで出すことが可能なハンドですね。さあ、ピクシーはとりあえずスルーしていきますが、うん。勢いくきを回収して、土地は引いていない。なるほど。であれば、まあ、一旦説教者出すしかないかな、これは。まあ、土地を引かれなければ、全然、
まだ耐えれる。耐えれるというか、土地引かれたとしても、このターンに、勢いくじきを2回出すことは、まあできない。ので、まあ、説教者のトークンを出して、勢いくじきの、まあ、効果を弱くしていくことはできますね。さあ、ということで、ここはコウモリをサクっていきましょう。この説教者さえ生き残れば大丈夫ですね。うん。ということで、説教者で殴っていく。トークンが出るので、まあなんとか耐えることはできそうですね。さあ、相手のクリーチャーの数も減らしていきましょう。というか、勢いくじきは先に出すべきでしたね。一応ね、そのライフゲインも、重要な要素になってくるんで、基本的には、まあ、速度を、上げれるタイミングで出していった方がいいですね。さあ、ただ相手ここ、割ってくる。なるほど。まあ、不浄な別室用のカードではあるんですが、まあ、ここは勢いくじきに使っていくと。まあ、相手からしてもね、その、ライフレース勝負になると、まあ、勢いくじきがかなり邪魔ということで。さあ、相手勢いくじき回収していくんですが、はい。まあ、説教者のトークンがあるので、11をサクっていくだけでいいと。さあ、ここも、もう一回、11トークンを出していきましょう。まあ、ライフレース全然、どうにでもなりそうな感じはありますね。カイト、ケアで、まあ、先に除去っておくかどうかなんですけど、まあ、対処したい生物もいるんで、ここは、まあ、のど首を温存していくと。さあ、速度は、最高速度まで上がっていく。爆発域読んでますね。読んでくるということは2マナのカードを持ってそうな感じはしますね。さあ、何を持っているのか。ただ、ここはそのままターンを渡してくると。こっちもちょっと土地が多めですね。まあ、説教者のこのトークンでね、だいぶ耐えていますが。さあ、エンジン速度も3まで上がっていく。お互い何も引かなければ、こっちが有利な状況。悪夢、はい。悪夢は、まあ、土地を捨てていくだけで OK ですね。さあ、相手はこれで、スクライ2をすることができる状況ですね。まあ、あと、勢いくじきで4点ゲインもあるんで、まあ、そこら辺がどうなっていくか。はい。まあ、これ第一メインでやってくれたんで、殴れる恐怖を、倒すことができますね。まあ2点ライフルーズ割ると。さて、9対13ですが、まあ実質9対17。お。ただこのドロスはだいぶでかい。さあ、殴っていきましょう。さらに11ハンコントークンを出して、まあ1体はチャンプアタックにはなるんですが、3点を通して1点、まあ2点と、ライフを回復していく。そして、ドロスの魔人ですね。はい。さあ、このドロスが生き残ってしまうと、相手はもう何もできない状況ですね。まあ、ドロスの魔人は基本的に、そのバウンスに対してはね、めちゃくちゃ弱いカードなんですけど、バウンスされなければ、まあ当然強いということで、さあ、押せ押せでいきましょう。爆発域。ちょっと有効杯が欲しい感じではありますね。ただ、これどうでしょう。3、9点入って、残り5点まで。まあ、盤面的にはこっちの方がだいぶ有利な盤面ではあるかなと。ただ、ここでスクライ2。1枚をトップ。そろそろ、まあ、バウンス引かれそうな気もしますね、これ。トップに置くカードってもう、バウンスとか、ギックスの命令。
あたりですよね。ギックスの命令が一番嫌かな。全部ね、クリーチャーが対処されてしまうんで。さあ、トップ何を置いてきたのか。こいつへの恐怖は殴ってくる。さあ、ギックスの命令ではない。なるほど。となるとまあバウンスだろうね、これは。バウンス構えで、ドロスと説教者バウンスされて、って感じかな。まあ、恐怖がね、殴ってきてますもんね。コウモリ。うん。まあ、おそらくバウンスだと思いますが、出すしかないかなと。うん。まあ、これは明らかにですね。まあ、ただ、この場面のバウンスは、一旦、一時しのぎをするだけなんで、全然 OK。さあ、さらに2点通って、ドロスの魔人を出し直していく。相手はもうこの、ドロスの魔人を基本的に除去らないとよ、かなり厳しい状況ということで、はい。これはさすがに、勝ってるかな。爆発域もあるんで、このターン、次のターンに、確定で勝てますね。爆発域起動して、ピクシーを除去って、ドロスの魔人の効果で2点。はい。からのフルパンで勝ちですね。さあ、ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。2ターン目の動きないですが、キープしていきましょう。脅迫がね、スカルと結構厳しいハンドではありますが、それでも打っていく。さあ、相手はこれ、青黒ミッドですね。このハンドであれば、フェイバナが一番嫌かなと。確定除去相手持ってるんで、ドレッドは一旦、1枚はね、対処されてはしまうんですけど、ドレッドは1枚捧げていきましょう。さあ、ここでコウモリ。先手打って、手札は見られてはしまうんですが、3ターン目に、不浄な別室を置けるのはだいぶ偉いですね。さあ、ということで、別室を置いていきましょう。とりあえず、はい、4マナは確定。相手もこっちのドレッドはね、見えてるんで、マージン、はい。一旦使わせますか。ミシェルランドをね、構えてもいいんですけど、ちょっと、土地が、まだ4枚しかないっていうのと、はい。除去を使わせることによって、ドロスの魔人だったり、ドレッドだったりが、生き残りやすくなるので、この脅迫、だいぶ偉いな。さあ、脅迫から、のど首。はい。さて、ここ、構えていきますか。英語を出してくるんだったら、覆い隠しで追放できますし、いや、ドロスでもいいか。ドロス出してもいいですね、全然。相手もう除去がないんで。ミシェルランド起動コストが結構重たいんで、起動できるうちに起動していきたい感じはあるかなと。ここでね、起動してそのままブロックできたらいいんですけど。さあ、1点通って残り13。相手もね、多分これ、こっちの動きからして、カードがね、分かってるんで、英語を出してきませんね。ただ相手英語出してこなかったら来なかったで、全然それはそれで、こっちがね、有利になっていきますね。さあ、説教者出して、さらに追い隠しも構えていく。黒幕、はい。黒幕に対してこれ使うかどうかですが、おっと、ここで投了早くないそれは。まだ全然ありそうな感じではありましたが。うん。投了してくれる分にはありがたいので、よしとしましょう。普通のフェイバナ型の青黒ミッドということで、覆い隠しはとりあえずフル投入していきそうですね。で、回答用に、逃げ話も入れといて、抜くカードちょっと難しいですが、除去を減らす感じ。さあ、一歩目勝手に2試合目。似たようなハンドですね。
キープしていきましょう。黒黒があると助かりますが、さあ、土地は引かず。一旦目とりあえず脅迫から入って、はい、フェーバナは抜けますが、ムーヤニンが入ってる。なるほど。まあ、ドローカード、英語の枠を1枚、こっちに差し替えている感じですかね。これは、まあ、除去を抜いてきますかね。除去抜いてたら、まあ、別室、こっちが出しても、相手は、フェアリーで追加ドローができるということで、ただ、別室を抜いていく。そして切り崩しも引いていくと。まあ展開としては全然悪くないですね。ただこれ難しいな。相手黒幕持ってるんで、このターンにその別室を出したいかと言われると、そうでもないんですよね。で、ここまで来ると、切り崩しと保安官を追う手があるんで、まあ相手が、出さない。なるほど。まあ出さないなら出さないで、全然いいですが。さあ、相手のコウモリビートは、一旦ね、切り崩しで対処していきましょう。相手のハンドがね、ちょっと気になりますが、もう一回コウモリ。これ、除去使うかどうか。いや、使わなさそうかな、これは。まあそこ、抜きますよね。まあ、ドルスの魔人さえ立ってれば大丈夫なんで。おっと、ただここでカウンターを引いてる。これは、ガン刺さりのカウンターですね。魔人さえ立たせておけば、まあなんとでもなる盤面だったんですが。さあ、そしてムーヤニが出てくる。覆い隠し使って一旦除去るしかないかな。まあ、ドローがね、どんどんと発生してしまうんで、発生する前に、まあ、本体除去っておくことによって、とりあえずドローはなくなっていきますね。さっきのドロスがね、やっぱり出るか出ないかで、まあ、全然展開が違ったんで、あのカウンターはもう本当に、かなり刺さってますね。さあ、なぜか乗ってくる。はい。さあ、ただ、ちょっと風向きが変わってきている状況。追加の土地から黒幕も出してくる。まあ乗って殴ってくるって感じですかね。はい。さあ4点アタック。まあいろいろと強いカード自体はあるんですけど、まあ相手が青黒のため、何を持ってるかによりますよね。除去を持ってるのかカウンターを持ってるのか。このターン難しいな。ドレッド、いや、爆発域かな。爆発域 X2 にして、で、黒幕とコウモリを除去って感じにしますか。ちょっとこっちからね、動きたくない感じはありますよね。さあ、ただ5点アタック。残り9点まで。そして、まあ、構えてくると。一旦爆発域起動していくんですが、脅迫。まあ、撃ちそうか、これは。脅迫撃ってからの、まあ、爆発域ですね。お、ここに否認。なるほど。まあ、これ、機体あるんで、こっちのメインで、もう爆発域は起動していきますか。まあ、終了ステップまで待ってもいいけど、まあ、どっちにしろ同じかな。まあ、クリーチャーが出てきますが、まあ、結局、こっちのターンに起動したいんで、終了ステップ、まあ、こっちが先にその爆発域を避る必要がありますね。そしてここで、英語の好奇心。いや、これは、厳しいか。いや、機体がね、残ってるんで、機体、なるほど。さすがに無理ですね。3試合目、行きましょう。
さあ、1勝1敗で3試合目。まあ、これもキープしていきましょう。とりあえず、まあ、コウモリスタートで、先ほどと同じように、土地を引くことができるかどうか。まあ、できれば、相手の、まあ、コウモリを対処してからのスタートとしたいですが、ただ、ここ構えてくる。まあ、土地を引けたのは、だいぶ偉いですね。とりあえず、切り崩しを構えながら、コウモリを出していきましょう。さあ、コウモリが着地。除去があるかどうかですね。喉首を使う。なるほど。さあ、相手の反動は、なるほど。まあ、カウンターとジュゴン不要。と、まあ、コウモリは除去ることができますが、まあ、フェイバナプラス、カウンターはちょっと、かなりめんどくさいですね。さあ、そして土地は引かず。相手カウンターを持っているため、ここは別室を出すことができないと。さあ、相手4マナ目。さあ、ここで止まってきてるんで、まあ、カイトを持ってる可能性は割とありそうですね。さあ、ただここはコウモリから入っていく。まあ、切り崩し打ちますか。まあ、こっちのハンドがね、ちょっと、除去ということで。しかも相手カウンター持ってるんで、こっちのハンドを見せるのはちょっと嫌な感じはありますね。そして土地引かず。まあ、しゃーなしですね、これは。土地を引かないのであれば、まあ、どんどんと、除去を手札に貯めていくしかないと。さあ、さらに追加の土地を置いていく。2点取って。土地引かず。まあ、脅迫は打っていきますか。ここカウンターを使うのかどうかですね。まあ、一応カウンターを使うと、確定になりますが、使っていく。ただ、4マナ目を引かないとちょっとどうしようもないですね、これ。さあ、とりあえず殴ってくる。残り14まで。お、カイト素出し。なるほど。これ、追い隠しで即除去ることができるんで、まあ、カイトと追い隠しの11交換ですね。まあ、相手だけ、1回ワンドローしますが、まあ、ワンドローで済むのであれば、全然それはありがたいですね。ただここで脅迫。まあ、追い隠しを抜くのか、まあ、別室を抜くのか。別室。さあ、ようやく土地を引いてきましたが、とりあえずね、カイトは対処しないといけないということで、除去っていきましょう。さあ、さらに2点が入って、残り12点まで。からのスクーナー戦。はい。ドレッド、まあ、出しますか。カウンターあっても除去あっても、あれですけど。まあ、とりあえず出すしかないかなと。さあ、ドレッド通って除去られもしない。何も持ってないのか、これは。ドレッドが生き残るのは、ただティシャーナ。なるほど。さあ、ティシャーナで、ドレッドが4号バニラになっていく。さあ、さらに、どっちも置いて、とりあえず飛行だけ殴ってくる感じですかね。なんだかんだこれもう10点分流れてますからね。さあ、残り10まで。切り崩し。まあ悪くはないか。相手がジュゴン不要クリーチャー持ってるんですけど、まあ相手のターンに、ティシャーナを除去っていく形でいいかなと。
さあ、フルパン。いや、飛行だけ殴ってくる。残り8まで。まあ、追い隠し使いますか。ドレッドを、まあ、普通のドレッドにね、戻していきたいので、はい。さあ、ティシャの除去って、ドレッドが復活していく。さて。ただ、殴ることがまだできない状況。殴ったらこれ、スクーナー戦で死にますからね。さあ、黒幕。黒幕も除去りたいですが、いや、見えてるんですけど、あのクリーチャーが、マジでめんどくさいですね。さあ、2点ライフルズ。ミシュランド起動からフルパンかな、これは。相打ち取るよりは、ドレッド生き残ってた方が多分強いんで、とりあえず切り崩しを黒幕に打ってみますかね。まあ、相手のジュゴン付与が見えている状況での除去ということで、ここで相手が出してくれると、まあ、ミシュランドとかも除去っていけるんですが、さあ、ここはそのまま除去られていく。まあ、であれば、あとはスルーですね。さあ、6点は入っていくんですが、はい。相手土地。まあ、これはハンドが全て分かっている状況ですね。これね、勢いくじき出した方がいいかな。一応相手スクーナー戦を、生贄にする必要がありますね。で、後々これもね、またライフゲーに変わっていくんで、はい。さあ、スクーナー戦が除去られてからの、4、5、6。2点減できるんで、ここはもうフルパンできるか。さあ、ということで、殴っていきましょう。7点通ってから、さらに2点ライフルズ。で、相手、あれを出した場合は、まあ、ミシュラランドをこっちがフリーで除去ることができる。って感じになりますね。出さない。まあ、出さないのであれば、計算が楽かな。さあ、これ残り9点まで。で、ドレッドプラスミシュラランドの7点、プラスドレッドの2点で、次のターンには、まあ何もなければ、そのままこっちが勝っていける。という感じですね。で、勢いくじきのライフゲインがあるんで、はい。まあこのターンにこっちが負けることもないという状況。なので、これはスルーしていく。で、まあ、ダメージが通る前に2点ゲインですね。さあ、通していきましょう。多分こうなると相手これ積むんじゃないかな。フラッシュの21持ってるんですけど、相手は、まあ7点を阻止するために、フラッシュ生物出さないといけないんで、まあ除去を待ってたら別ですけど。さあ7点アタックしていく。さあ相手、まあ除去を持っているかどうか次第。ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。